にちは、あやです。今までは字幕だけの動画だったんですけど、音声もあった方が見やすいかなと思って、今回の動画から音声も一緒に始めてみたいと思います。なんか今 AirPods で録音してるんですけど、音質が悪いような気もして、ちょっと初めて挑戦するので、ご容赦していただけると幸いです。そして私が今どこに向かっているのかと言いますと、TWICE のインチョンコンサートに向かっています。鳥取から成田空港までスカイライナーで行くんですけど、早いのはいいんですけど、ちょっと高いので痛手ですね。ということで駅に着きました。成田からインチョン空港までエアソールで最初は行くんですけど、オンラインチェックインができなかったので、とりあえずカウンターの方に向かいます。珍しくこの時は久しぶりの第1ターミナルでした。液体がちょっと多かったので荷物は預けようと思います。ということで無事保安検査も終了して、今回の韓国ではワンスパークの佐野空の時に知り合った韓国人の子のお家に泊まるので、両親の分も含めてお土産を買いました。で、自分は朝早くてあんま何も食べてなかったので、ほんと毎日欠かさず大好きな納豆を出国最後に腹に入れていきました。自分のゲートは32番ゲートですね。ちょっと早く着きすぎて暇だったんですけど、さっき買った納豆を食べて、でそして5月のコールドプレイプリンの土管なんですけど、飛行機の中が寒いっていうのを忘れて全然半袖で来ちゃって後悔してます。自分の座席が非常口の近くだったんで、前の席との空間が広かったのは良かったです。ということで韓国行ってきます。韓国に到着しました。とりあえず早く入国審査を終わらせたいのでダッシュで向かいます。今までは飛行機の中で配られる黄色い紙のみでの入国審査だったと思うんですけど、最近電子での入国申告もできるようになったので、それを事前に済ませておきました。30分ぐらい並んでついに脱出しました。ここで預け荷物がなかったら本当にすぐ空港脱出できるんですけど、しょうがなく預けてしまったので、ここでもちょっと待ってからついに荷物をゲットしました。一般の空港鉄道に乗って、とりあえず一旦荷物を置きに友達のお家に行こうと思います。空港鉄道から6号線に乗り換えるときに右側にジンくんの広告があったのは熱かったですね。ということで友達のお家の最寄り駅に着きました。にしても韓国は日本よりも涼しいです。去年1年間留学で韓国にいたにもかかわらず、今初めてスイカジュースを飲んでみました。美味しかったです。友達のお家に荷物を置いたので、明日明後日はTWICEのコンサートで時間がないので、今カンナムに買い物に行こうと思います。とりあえずオリアンに来て、お母さんに頼まれたパックを40枚ぐらい買ってめっちゃ重かったです。その後韓国の無印で買い物して、知り合いのオパと夜ご飯食べて、その後眉毛アートを受けに行きました。1日目終了です。韓国2日目、今日はTWICEのコンサート1日目に行く日です。コンサートは夕方の5時からなんですけど、その前に韓国留学中に出会った友達2人とお昼ご飯を食べてきます。TWICEのコンサートがあった週間、ほぼ毎日雨が降っててちょっと大変でした。ここはミョンドンなんですけど、ミョンドンでタッカルビを食べました。外国人向けなのかそんなに辛くなくて美味しかったです。食後にはデザートでヘイティっていうタピオカ屋さんでタピオカを買って友達のお家に1回戻ります。1回友達のお家の方まで戻ってついに出発していきます。今回コンサートがある会場はソウルでもなくインチョンにあるインスパイアっていう会場なんですけど、電車に乗ってからバスに乗り換えないといけないみたいで、こんな交通が悪いところに友達が車で連れて行ってくれて本当に感謝です。ということでインスパイアに到着しました。普通にインスパイアの施設に旅行に来てる
家族の方もいたし、ワンスもめっちゃいて、本当に人がたくさんいました。ここは TWICE の看板と一緒に撮るためにすごいワンスが並んでた列です。一応記念に写真撮っときました。そして今から TWICE のチケットを受け取りに行きます。韓国のチケットはいつもコンサートの時に実物のチケットがあって、韓国のワンスは自分の住所にそれが送られるんですけど、海外のワンスは自分のところに届かなかったので、この時に自分で受け取りに行く感じでした。外国人本当に多かったんですけど、自分の名前と身分証明書を提示して無事チケットを受け取りました。日本のコンサートだとこういうチケットがないので、なんか実物もらえて嬉しいです。時間があったらグッズも買おうと思ってたんですけど、ファンズアプリで事前に登録するのをしてなかったので、グッズは買うことができませんでした。会場入る前にコンビニでピーチアイスティーだけ買いました。ちょっと時間早いんですけども、やることがなくなったので、そろそろ入場しようと思います。ということで、ついに入場しました。入ってから TWICE メンバー一人一人の旗が上がっててすごい良かったです。自分の席は椅子のあるシーティングなんですけど、会場内に入るとスタンディングの人たちが事前に列で並んでたのですごかったです。これは会場に入場した時にもらったスローガンと9人分のどれかです。また中にも TWICE のインセンネットがあって、そこにもすごい人が並んでました。ということで、ついに入場しました。スタンディングの人たちがついに入場して席取り合戦をしていました。入場の時にもらったどれかはこんな感じです。このビジュアルを選んだのは大正解。公演時間も近づいてきて、どんどん人が多くなっていきました。初めての韓国のコンサート楽しんでいきます。ついに TWICE の This is for コンサートが始まりました。著作権の関係で BGM つけたり、自分のトークだったり、TWICE のパフォーマンスよりも TWICE のコメントのところが多くなると思うんですけれども、ご容赦ください。この最初の時に This is for が始まる前にジェヨンちゃんがソロで This is for の最初の部分を叫んでたのがすごい良かったです。初めての This is for のパフォーマンスを拝めてきました。1週間前に This is for のカムバック活動があって、その時に韓国行こうか迷ったんですけど、その次の週にコンサートがあるということで、そのカムバック活動は諦めました。で、ミナちゃんの次にチェヨンちゃんが入所なんですけど、このメインリコーでミナちゃんとチェヨンちゃんの掛け声2人でこういう風にリブートに上がってパフォーマンスするなんて聞いてなかったんで知りました。で、1回目の面頭です。この最初の衣装が白くてなんか羽みたいになってて、本当に TWICE ちゃんたちが天使みたいでめっちゃ可愛かったです。で、TWICE ちゃんのコンサートには恒例のごとく曲始まる前の掛け声があるので、それを新しいものを練習してから次の曲に移動しました。オプションズは TWICE 多くのメンバーが好きだって言ってた曲なのでやるかなと思ってたんですけど、やっぱりやりましたね。スマホのライトが光ってるやつは曲が始まる前にスマホのライトをつけてくださいって言われてたものでした。で、衣装が変わりマーズです。マーズはやっぱりこのジヨちゃんとナヨンちゃんの歌唱力、本当にすごい曲です。で、I got you の時にこっちの方に来てくれました。
自分の席がこの右側のステージに近かったので、こっちの方に来てくれた時はすごいよく見えました。で、ゴーンの最初のジヒョちゃんのソロが本当に爆受けでした。ゴーンが始まる前のメントで TWICE ちゃんたちが次のパフォーマンスはすごい緊張するパフォーマンスって言ってたんですけど、確かにこのパフォーマンス見たらすごいパフォーマンスだなって思います。イントロの部分で暗い方見って分かった時には会場の歓声がすごい大きかったし、見てる時は気づかなかったんですけど、このバックダンサーと TWICE ちゃんの靴がなんか光ってるのを今気づきました。個人的にヘリンヘブン好きなんですけど、この見物ペアのとこが良かったです。で、この時にジヒョちゃんのなんか衣装の調子が悪かったのか、ジヒョちゃんが一回なんかはけてました。で、次の曲のライトハンドガールが始まった時にジヒョちゃんが出てきました。もうリフトが上がっちゃったので、下にいるバックダンサーに紛れて踊ってたジヒョちゃん見た時はすごい、やっぱさすがプロだなって思いました。コンサートに行くと1曲ぐらいはストリーミングで聴いた時は普通だなって思った時でも、コンサートでパフォーマンス見るとすごい好きだなって思う曲があると思うんですけど、このライトハンドガールはそのうちの一つで、今すごいめっちゃ好きです。で、ここからはコンサートのためだけに作られたソロの始まりです。最初はついちゃんから始まりました。で、お次は私の推しみなちゃんです。本当に飲む一方すぎました。にしてもコンサートが始まる数日前に9人全員分のソロの掛け声を出してくるのは鬼畜すぎました。お次は我らがアイドルナヨンさんです。今回のコンサートのソロ曲の中でもナヨンさんのこの曲すっごい好きです。ナヨンさんはすごい楽しく踊ってるのか、こっちを見てて楽しくなりました。ソロが4人終わって、次はユニット2組が始まりました。アティチュードがすごいセクシーすぎて、最初のバランスボール使ったパフォーマンスもすごい気に入ってます。ソロ後半戦はダヒョンちゃんから始まりました。レディートゥービーに続きピアノでのパフォーマンスで、ピアノがすごい豪華に飾ってあって、ピアノの上でのパフォーマンスもすごい良かったです。お次はチェヨンちゃんです。チェヨンちゃんのソロ曲はナヨンさんの次にすごい好きな曲です。なんかチェヨンちゃんの世界観があってすごい可愛かったです。次、サナちゃんです。サナちゃんの前にチヒョちゃんがパフォーマンスしてたんですけど、その動画がどっか行きました。ソロ舞台の最後はももちゃんだったんですけど、やっぱりダンス曲でももちゃんのダンスが圧倒的でした。次は衣装が変わってからの TWICE メドレーです。なんかヒョウ柄っぽい衣装がすごい可愛かったです。やっぱりコンサートには欠かせないファンシーですね。で、What is Love のブリッジの時に TWICE ちゃん全員がこうやってぎゅうぎゅう詰めに集まっているのがすんごい可愛かったです。しかもジヒョちゃんのパートでミュージックビデオみたいにラブレターのお元気ですかっていうみたいに前に飛び出していくパフォーマンスがもう天才でした。やっぱり夏といえば TWICE といえば夏なんですけど、ダンスザナイトアウェイは本当にめっちゃ楽しかったです。괜찮아요? 아, 네. 지효가 너무 신나고 해서 좀 행복했어요.
そしてメントの部分です。みなちゃんのソロからなよんちゃんのソロに移り変わるときに2人が向かい合って見つめてるシーンがあるんですけど、そのシーンを真似してました。2日目の部分でそのシーンを確認してみてください。アンコール前最後の2曲です。1曲目はフィールスペシャルです。今回は初めての360度ステージですけど、1曲の中でいろんな方向を向きながら頭がこんがらがりそうなのに本当にたくさん練習したんだなって思いました。で、アンコールはこれを何て言えばいいのかわかんないんですけど、今までにないパフォーマンスで2階とか3階にいてもTWICEちゃんが近くに来てくれたのですごいよく見えました。最後はTWICEちゃん恒例のルーレットです。1曲ずつワンスの反応を聞いて今どれにするか考えてるところです。全然ルーレットじゃないTWICEの独断的ルーレットなんですけど、今回はルーレットの中にハテナがあって、ハテナはどういう曲なのかちょっとまだ分かんなかったです。1回目はちゃんとルーレットを回したところ G アップに決定しました。G アップはやっぱりワンスの完成が大きかったです。で、ハテナマークの曲が何かなって思ってたら、まさかの2曲目、ハテナマークのTWICEソングでした。まさかTWICEソングをコンサートでやるなんて思ってなかったんですんごいびっくりしました。みなちゃんみんなとは反対側で一人で踊ってたんですけど、本当に可愛すぎて保護案件でした。ルーレットは2曲だけやって終わりました。正面が4つもあるので、4つ全部の方向きながら挨拶してるのがすごい大変そうでした。ということで1日目のコンサートが終わりました。すんごい楽しかったです。で、この時についちゃんが中国語で喋ったんですけど、すんごい歓声が大きくて、ほぼここは中国ワンスでした。日本にいる韓国人彼氏に頼まれたヨットポッキーのミールキットを買って、自分小麦粉があんま食べれないんですけど、友達が家の近くのグルテンフリーのお店を紹介してくれたので、そこで買いました。一回家に戻って車に乗ってご飯を食べてから会場に出発しようと思います。お昼ご飯は日本では食べれないユッケビビンバを食べました。本当にすんごい美味しかったです。ということで出発していこうと思います。2日目の日曜日はコンサート始まる時間が4時でちょっと早かったので早めに行きました。到着したんですけど、この日は本当に暑かったです。やっぱり今日もインスパイアの中はワンスでたくさんで、まず先にチケットの交換に昨日と同じように行こうと思います。ということで無事もらってきました。デザインは昨日と同じですね。で、やることがもうなくなったので、そろそろ入場していこうと思います。昨日と同じように入場時にスローガンとトレカをもらいました。トレカは昨日とは違うデザインになってます。入場しました。今日は3階です。スタンディングの人たちもぞろぞろと入場を開始してました。TWICE4の中で赤い衣装が一番好きなんですけど、この衣装をトレカにしてくれて本当にありがとうございます。でもちょっとこの席は前のガラス張りがあったのが残念でした。ということで2日目が始まりました。今日は3階なんですけど、正面に近かったので、昨日よりもちょっと近く見れた感じがします。今日も今日とてみなちゃんが天使すぎて可愛いです。 この時なかなか画面が切り替わらなくて、ちょっとみなちゃんの反応が可愛かったです。今回の360度ステージはどこに推しが来るのかが結構変わってくるので、席によって自分の推し席とかなんか変わってきそうだなって思いました。で、メント
その時になんかメンバーがメイミーコーの時のミンちゃんとチェヨンちゃんのペアのところをここで披露しようよって言ってくれて、2人ミチェンの披露をしてくれたので、すごい私にとっては幸せでした。ダンス終わってからのこのミチェンの絡みもミチェン推しの私にとっては幸せでした。で、TWICEちゃんのTWICEチャラジャーも見れました。この曲、ジヒョちゃんが昨日トラブルでリフトに乗れてなかったんですけど、今日は無事ジヒョちゃんが乗れてパフォーマンスもできてたので良かったです。ここからソロの始まりです。気持ち昨日よりも掛け声が大きい気もしました。で、ここが昨日撮影できてなかったみなちゃん終わりのみなちゃんとナヨンさんのこの見つめ合う瞬間です。で、パティチュードの時にみなちゃんが最初正面のみなちゃん席だったので、昨日とは反対側でみなちゃんをちゃんと拝められてよかったです。ワンシーンの時にみなちゃんとナヨンちゃんが歌い終わって2人みなヨンが結構長い間見つめ合ってたのが見てて可愛かったです。で、メントの時になぜかTWICEちゃんたちがユニット対決をしてました。このパティチュードはぴょんぴょん跳ねて向こう側に向くところが可愛いです。で、みなちゃんが言うまで気づかなかったんですけど、みなちゃんからナヨンさんのラップに入る時にみなちゃんがオンリーって叫んでるところがすごい可愛かったです。アンコール前最後のワンスパークでは紙吹雪とかもあって本当にパーティー状態でした。アンコール1曲目は TTT です。ルーレットの中に TTT は入ってなかったんですけど、多分あるワンスが TTT って叫んでみんなの会場のワンスの反応が良かったので TTT を披露してくれました。2曲目は𝐶CE独断的です。𝐋𝐢𝐬𝐬 の時に出てきた𝐶CE独断なんですけど、こうやってあんまこの曲を見る機会はないと思うのでルーレットで聴けてよかったです。2日目のアンコールはTWICEソングなしでこの2曲で終わりました。最後にダンサーさんたちも出てきて挨拶をして、このなんか東京ドームでTWICEちゃんが円になって回ってたみたいにダンサーさんたちと一緒にやってました。そしてついに This is for インチョンコンサートが終わりました。初めて韓国のコンサートに参加したんですけど、すごい楽しかったです。コンサートが終わって人の流れが多いので混まないうちに早く出ようって思った出口の方まで行ったら、中から音楽が聞こえてきて戻ってみたら、まさかの TWICE10 周年の映画の広告が流れてました。10周年の映画が出るっていう情報は知ってたんですけど、まさかここで予告編が出るとは思ってませんでした。そして夜ご飯は家の近くまで戻ってポッサム食べました。そして今日はついに日本に帰る日です。この時自分が飛行機を遅く買ったのもあるんですけど、往復で5万円もして、この帰る時の飛行機が安いもので朝早いものしかなかったので、昨日コンサートが終わって遅く帰ってきたんですけど、朝早く家を出ました。すんごい眠かったです。ということでカウンターにチェックインしに行こうと思います。いつもスマートパスを登録しているので保安検査もスムーズに行きました。無事保安検査通過して朝早くから動いててお腹空いたのでキンパと飲み物買いにコンビニに行きたいと思います。ピーチアイスティーが大きいのしかなくてこんなに大きいの買いました。ターミナルから列車に乗って移動しないといけなかったのでちょっと早めに移動しました。
自分の搭乗ゲートに到着して時間がちょっと余ってたので、さっき買ったキンパを食べました。いつも時間なくて搭乗前に韓国では最後キンパを食べてるような気がします。そしてついに日本に帰ります。人生初めてのTWICEちゃんの韓国コンサート、すごい楽しかったです。もしよかったらこの動画のチャンネル登録、いいね、コメント、ぜひぜひお待ちしています。アンニョン。